松井酒造株式会社の代表をしております松井でございます。よろしくお願いいたします。弊社は享保11年、1726年に創業をしております。もうすぐ創業以来300年を迎える酒蔵ですが、古くて新しい酒蔵だというふうに思っています。日本酒造りというのは伝統的な産業で、古くから伝わってきたものを大切にするということはもちろん大切なことだと思うんですけれども、同時にイノベーションが生まれないとやはり発展はしていかないと思っているので、そういったイノベーションが生まれるような場所であってほしいと思っています。ですのでいろんな新しいことにどんどんチャレンジしていくというのが松井酒造のスタイルだと思います。改善点を見つけ出して、マイナーチェンジを繰り返していくというスタイルでお酒を仕込んでいきますし、あるいはやはりお酒というのはトータルパッケージも含めてお客様に訴えかけていくものという考えがございますので、いろいろ先進的なパッケージですとか、あるいは今の時代ですと環境に配慮したさまざまな取り組みを取り入れながら PR をしていこうということを考えています。弊社の方で低アルコールの日本酒作りたいというところでご相談させていただいたのがスタートです。13% ぐらいまでで抑えられて、かつ味わいも深くって香りも華やかでというような酵母を探していたんです。でそれが今日の恋ですと条件に合致するということで選ばせていただきました。京都酵母の特徴である香りも出ておりますし、甘みや酸味ですね、それが強く出たお酒になってます。なのでとても好きとして、どなたでも飲みやすいお酒になっているとは思うんですけれども、特にですね、やはり普段日本酒飲めないというないお客様に、飲んでいただいて、美味しいと思っていただけるようなお酒にしたいという思いで作っています。なんというかちょっとアルコールが薄まって物足りないなという感じにはならず、そのいい感じの香りと酸味が残って、で後味がスッと切れていくので、低アルコールの日本酒でバランスのいいお酒になったと思います。松井酒造さんとしては、それまでそれをやったことない、やっぱりなかなかね、既存のその枠組みというかがあれば、なかなかそこから新しいことをしようとか、新しい方向から見ようっていうのってなかなか難しいかなと思うんですけど、それを我々も今回あえて業界の方には提案させてもらってるんですけど、いわゆるその米の精米部合、その吟醸とか純米酒とか、そういう括りにとらわれない考え方をその我々が提案してもすっと受け入れてもらえるっていうのはすごくありがたいなと思います。当社としましても、どちらかというと、結構近い考え方を持っているのかなと思ってまして、大吟醸でも、味わいを深いお酒を出して作ったり、純米酒でも、香りの華やかなお酒を作ってみたりということを、心がけている酒蔵になりますので、ランクのみではない、お酒というのに関しましてはすごい共感する部分もあったなと。やっぱりお酒を愛していらっしゃるからこそ真剣に真摯にお仕事に取り組んでいらっしゃるというところはすごく感じ取れるかなと思います。本当にすごく立派な研究施設をお持ちでこういったところでイノベーションが生まれるんだなっていうようなことを感じました。